まるで海外に来ているみたいです。売りに出されているコンドミニアムの看板の文字はほとんど英語。We only have a couple of days Yeah. to be able to spend here, so we just decided to stay in one location. このまま行くと、地元が地元じゃなくなるみたいな、そういうことを感じることはありますか？ここは北海道ニセコ。かつては羊蹄山を望む静かな農村でした。人々は季節と共に暮らし、雪はただ自然の一部でした。けれど今、この町に集まるのは世界の富裕層。まるでどこか別の国に来たような感覚。でもその裏で地元の人たちはこうつぶやいています。ここはもう私たちの町じゃない。私は今、ニセコとして知られる北海道倶知安町岩尾別に来ています。ここはかつて農業と林業の町でした。今では世界のスキーリゾートと呼ばれています。冬になると世界中から観光客が訪れます。空も言葉も不動産価格も全てがかつてとは様変わりしました。ここで今何が起きているのか、その真実をこれから見に行きます。はい、ニセコの平布地区に来ていますが、まるで海外に来ているみたいです。売りに出されているコンドミニアムの看板の文字はほとんど英語。建っているコンドミニアムやホテルも日本の様式とは思えないような仕様になっていますね。ニセコには今、ヒルトン、パークハイアット、リッツ・カールトン、そして2027年にはアマン。世界の名だたるホテルブランドがこの小さな町に次々と旗を立てています。ここは今、ラグジュアリー層向けの国際リゾートに再設計されつつあります。とりわけ注目を集めるのが倶知安町平布地区。ここでは一部屋数億円の高級コンドミニアムが立ち並びます。中でも象徴的なのがこちらのムアニセコ。スキー場直結のラグジュアリーコンドミニアムでペントハウスの価格は10億円以上。その立地や仕様、そして希少性からすでに別荘という枠を超え金融資産として扱われています。ニセコではこうした物件が暮らすためではなく資産として回すために取引をされるのが当たり前になりつつあります。所有者は投資家、運用はホテル、宿泊客は世界から。物件は英語で売られ、利回りと節税効果がセールスポイント。実際にニセコで販売をされている一部のコンドミニアムでは、年間利回りでおよそ3から 5% 前後を想定して取引をされており、インフレ対策や円安ヘッジとしても注目をされています。その構図はまるで投資信託やリートのようです。まさに不動産が金融商品になっているのです。暮らすための家ではなく、利益を生むための装置。ぬくもりより利益。住む町から買われる町へ。ニセコは今、スキーリゾートの仮面をかぶったマネーの交差点になっています。こちらはニューワールドラプルームニセコリゾート。スキー場直結羊蹄山一望。全219室の高級ホテルと5棟のプライベートビラ。
ニセコ史上最大級のリゾートとして世界の富裕層を迎えるはずでした。けれど今、そこに広がるのは工事の止まった鉄骨と風にさらされた無人の現場。2025年4月、開発を担った香港系企業が破産。工事はすでにその前年6月から止まっていたといいます。理由は建設費の高騰と資金難。夢は静かに頓挫し、土地には時間だけが取り残されました。これはただの計画中止ではありません。バブルに浮かされたリゾート開発が抱える危うさのあまりにリアルな証拠です。倶知安駅の目の前に店を構えるお菓子の藤井。1950年の創業以来、70年以上にわたり、ニセコの地で商いを続けてきました。この老舗和菓子店の3代目、藤井千秋さん。ニセコバブルが進む今、地元住民として何を感じているのか、その胸の内を伺いました。最近、この辺り不動産価格とかもめちゃめちゃ上がってるじゃないですか。上がりすぎちゃって、これ地元住民の悲鳴の声っていうのは悲鳴ですよ。で家賃が高い上に、私たち事業主からしてみると、賃金ベースが北海道の最低賃金って今1010円とかそのぐらいなんですけども、このヒラフエリアで冬場になると2000円ぐらいになるんで、冬場のヒラフエリアにあるコンビニエンスストアで1800円ですからね。そのお菓子屋さんっていう業種の賃金体系でいうと札幌でも1200円がいいとこなんですよ大体。北海道内の他のエリアと比べたらうちの小さいお店ですら100円から200円上げないと絶対無理なんですよね。商品の値段も上げざるを得ない。もうお金キャッシュ回らなくて潰れちゃうので、少し前先シーズンぐらいに話題になったのが町内の介護施設が要は賃金体系に合わなくても応募が全くなくて募集しても来なくって閉鎖しちゃうとか、そういう弊害とかも出てきてしまうので、要はね生活する人も結局本来なければいけない業種がその賃金のところでやられてしまって、なくなってしまうっていうのは生活的には問題な部分ではなってくると思うので。なぜ外国人はニセコを買うのか。まず注目すべきは雪です。ニセコの名を世界に知らしめた最大の理由、それが極上のパウダースノー。オーストラリア人スキーヤーたちが1990年代に SNS や口コミを通じてその魅力を拡散したことで、ニセコの雪質は一躍世界に広まりました。軽く乾いた雪質は欧州アルプスよりも滑りやすいとされ、プロのスキーヤーやスノーボーダーからも高く評価されています。しかもシーズンは長く、11月から翌年5月頃まで滑走可能な年もあります。長く楽しめて高い集客力を持つ。まさにニセコの雪は自然の資源としてブランド化されているのです。次に、日本は世界でも珍しい買いやすい国であるからです。国籍を問わず、外国人でも個人、法人でも自由に不動産を購入、登記、所有できます。別荘でも山林でも商業施設でも原則として制限がありません。これはスイス、カナダ、オーストラリア、中国など外国人への取得を制限している国が多い中で非常に得意な制度です。まさにフリーパスの不動産市場と言えます。そして日本の不動産が割安に見えることも大きな理由です。2000年代前半、ニセコの物件価格は東京の10分の1以下。今でも
香港やシンガポールに比べると安いとされ、価格上昇の余地があると見られています。別荘を使って楽しむだけではなく、貸して稼ぐ、売って儲ける、そんな運用型の別荘が浸透してきています。ニセコの雪質っていうのは他とは全然違うものなんですか？全然違いますね。やっぱり軽いのはすごい軽いんですよ。で、新潟やっぱり重たい、長野も重たい。斜面が硬かったりとかすごくすることが多いので、向こうで行くと人が滑った後も、なんかその硬くなったりしない？しないですね。もう硬くなる雪にしか遭遇したことがない。全然硬くならないですね、ハイシーズンだと。だから世界中から来るんですね。そうですね。では、ここにずっと住んできた人たちはどうなったのか。ニセコの住宅価格は東京23区と比べても遜色ありません。ちなみに 1LDK の家賃は今や15から20万円だそうです。平均年収300万円台の町でこの価格は明らかに地元向けではありません。年収倍率にすれば約20倍。ローンも組めず、買うどころか借りることすら困難です。さらに、普通の賃貸住宅は次々と民泊に転用され、スーパーや保育園も減少しています。暮らすための街が観光客のための街になってしまいました。再開発が進む中で、元の住民が静かに、でも確実に街を離れていく。それが今、ニセコで起きている現象です。しかもこれは単なる地価の上昇ではありません。住民が自発的に出ていくのではなく、出ていかざるを得ない構造が生まれているのです。例えば賃貸契約の打ち切り、更新拒否、民泊転用による退去要請。観光客に貸した方が儲かるという不動産側の論理で、地元の人々は静かに、しかし確実に排除されています。観光地化の裏で失われているのは、美しい風景だけではなく、ここで暮らす権利なのかもしれません。そしてその波は、富良野や美瑛にも確実に押し寄せています。ラベンダー畑や青い池、美しい丘、SNS 映えする景色に観光客が殺到し、静かな街が一変しました。不動産業者や投資家が土地を買い進め、農地だった場所も観光施設や別荘地へと変わりつつあります。富良野では地価がこの10年で約 1.8 倍。民泊施設は3年でほぼ2倍に。北の峰ゾーンや中富良野では外国資本による開発も目立ちます。かつてのスローな風景が急速に観光化されています。富良野や美瑛もまたニセコ化の入り口に立っています。なるほど、そういう地元の排除される方もやっぱどうしても出ちゃうんですね。なんとかやっていけてる人はなんとかやっていけると思う。だけど自分で変わっていかないとちょっと何ともできないかもしれない。やっぱりそうなんですね。で40代で私ぐらいの世代でここで何とかしてる人たちっていうのがどちらかというと移住組たちです。外から入ってきててそう事業をされてる方々、結局のところそういう人たちの何がすごいかっていうと、好きで入ってきてるので魅力があってるの分かって入ってきてるので魅力を生かすことができるんですよ。だけど地元に住んでる人たちはそこの地元っていうのはずっとあるものなので、そこの価値を見出せなかったりすると外に出るか疲弊するかにしかおそらくならないんじゃないかなと私は思ってます。今も社長結構作るんですか？全然作ってますよ。全然朝4時から仕事してますよ。背中で示してるんですね。そうですね。でこれでここでクリーム詰めて、こんな感じでクリーム。焼きたてシュークリームいただきます。めちゃくちゃまろやかですね。まろやかです。全
バターと米油使ってるんですけど、はい普通一般的なシュークリームってショートニングとかマーガリンが入るんですよね。でうちは全然それ使ってなくて、でお砂糖も天才糖って北海道のお砂糖で精製度が低い方のお砂糖を使ってるので、そんなに甘さがきつくないっていうのと、そう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 、はいめちゃくちゃくどい甘さがない。そう社長のこだわりと健康にも配慮されているお菓子です。その他、絶妙な甘さのさっぱりとしたソフトクリーム、和菓子、洋菓子はどれも地元の人に長年愛されてきた味です。ギフトやお土産も豊富な品揃えがあります。ニセコに来た際はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ちょっと外国人旅行客の方になぜニセコに来たのかインタビューをしようと街を歩いているんですけど、ご覧の通り誰もいなくてですね、インタビューができないという状況でございます。またスキーシーズンに来るしかなさそうですね。と思っていたら、家族で来ていた外国人旅行客がいたのでお話を伺ってみました。 Why did you choose Niseko? So in the beginning, I had been like just looking for like places that were kind of like relaxing and cold. So I knew that it was like Hokkaido, and then I had seen videos about like ski resorts here in the winter. But the thing is, I didn't really know what they would do in the summer. So I looked that up and I found like there were a lot of activities just here that were very interesting. We only have a couple of days to be able to spend here. Yeah. So we just decided to stay in one location and sort of have, as he was saying, a more relaxing time because we've been moving around from place to place. Yeah. And so it does feel very hectic sometimes. And so we thought that we would sort of end our journey in Japan, yes, having just better time in nature and wellness. I see. Yes. Would you recommend this place to others? Yes, I would. I like it in the summer because also I've seen videos where there are a lot of people here in the winter, but like just in this area, there aren't as many tourists, I would say. And so that also adds to the feeling of it being more peaceful. Yeah, it's just a more natural environment, it feels like, not having so many tourists. Yeah, Yes. I think so. Only this season. Yes, exactly. We started in Hiroshima and then we went to Kyoto, and that was really crowded, very crowded. And then Tokyo, also busy, but a bigger city. So coming here, it was really nice because we took the train. So we spent about It was 7 it was a hours long traveling trip, yeah. from Tokyo here yesterday. And so you do get to see more of the landscape of Japan, which is really interesting for us. You know, we're from Los Angeles, and also when you do look up a lot of videos and things, you mostly hear about the big cities and all of the sites in the big cities. And so it's just really interesting to be able to have a point of comparison, to be able to come to a different part that not as many people visit or know about, and then be able to bring that information back home and share that. Yeah. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you so much. 観光は街を潤す。それは間違いではありません。でも、観光だけに頼れば、街のバランスは崩れていきます。ニセコでは、冬のスキーシーズンだけ雇用が増え、オフシーズンには人が減り、街が静まり返ります。農業や林業などの基幹産業は軽視され、若者たちは外へ出ていきます。そして、観光で出た利益も必ずしも地元に残るとは限りません。ホテルやコンドミニアムの多くは外資の所有、利益は町の外、あるいは海外へと流れていきます。税収があっても福祉や教育への還元は限定的です。こうした観光依存の構造が地元の未来を縛り始めています。しかも、この現象はニセコだけで起きているわけではありません。ハワイでは地価と家賃が高騰し、ホームレスの増加が社会問題に。沖縄ではリゾート開発と移住ブームで家賃が跳ね上がり、若年層が暮らせなくなっています。
観光で潤うはずだった町がいつしか観光で飲み込まれる町へ。それが今世界中で起きている現象です。そしてニセコでも地域の言語と文化の景色が変わりつつあります。町の雰囲気が国際的になる一方で、この町はどこの国なんだろう、そう感じる地元の人も少なくありません。このまま行くと、地元が地元じゃなくなるみたいな、そういうことを感じることはありますか？それは確かに多少なりともありますね。ただやっぱ北海道内もそうですけど、日本国内もそうですけど、小さい町でチャンスもなくしんどいところなんてすっごいたくさんあるので、逆に恵まれてるとは思ってます。やっぱりまだニセコっていう土地柄、北海道の中でもやっぱり名前が通るような場所なので、まだ人が来てるだけチャンスはあるので、人が来なくてどうにもならないわけではないので、そこの危機感っていうよりはもうそこに変化に対応していくしかないでしょうし、観光は希望です。町を救うと信じられてきました。でも今こそ問い直さなければなりません。誰のための町なのか。変われる町、住めない町、働けない町。ニセコで起きていることは日本の未来そのものなのかもしれません。ただそんな中でも希望を手放さずに町を支えようとしている人たちがいます。町を壊すのではなく、共に歩みながら未来を築こうとする人たちです。町は誰のものか、観光は誰のためのものか、私たちは問い直さなければなりません。ということで、今回も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。